今日は庭に咲いたラッパ水仙のね花を描いてみようと思います。固まって綺麗に咲いてくれましたので、このまま絵にしてみたいと思います。で、今日の紙です。ホワイトワトソンを30センチ ×22 センチっていうことで、4P サイズよりちょっと縦の長さが短いっていう感じです。絵の具はホルベインです。オペラ、ガンボージーノーバ、レモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、ウルトラマリンディープ、ワンタンバー、以上7色で描いてみようと思います。色見本を作ってみます。綺麗な黄色なんですけど、周りの花びらの部分、これ結構薄いです。なのでこれは主にレモンイエローを使いますね。で、真ん中のラッパの部分は少し暗めの黄色なのでガンボージを使う、そんな感じで使い分けができるかなと思います。葉っぱなんですが、葉っぱは明るいところだとこの黄色にサープグリーンを混ぜたようなこんな明るい色でいいんですが、だんだん暗くしていく場合に青色とセルリアンブルーとバンタンバーを混ぜて、ちょっと灰色っぽくする、こんな感じですね。あるいはウルトラマリンディープを加えてもっと、暗い緑にしていくっていうことになると思います。で、周りのこういう庭に咲いた状態で描くっていうことは、足元のこういう落ち葉とか石ころですよね。こういうものも描かないといけないので、落ち葉なんかはバンタンバを多めにして描くっていうことになろうかと思います。で、ただこれだけだとちょっと色味の幅が非常に狭いっていう感じがしますので、黄色によく合うオペラとセルリアンブルーを混ぜた綺麗な赤紫色ですね。現実にあるないは別にして絵の中に入れていくことによって非常に綺麗な色合いになるかなと思いますね。こんな感じの色でやってみようと思います。下絵を描きます。ほぼほぼこの通りに描きますね。ただ花が大きく写って下の葉っぱの部分がちょっと寸足らずに見えてはいるんですけど、花がちょっと大きすぎるのを修正すれば上から目線で描くっていうことに変わりはないので、このまんま描こうと思います。ただここがね重なり合ってますので、この後ろにあるのをちょっとこちらへ出そうと思いますね。したがって主役はこの花っていうことになりますので、対角線の交点ここですので、中心この辺りになります。この辺りにこの花を、主役として持ってきますね。で、ここの後ろにある下向きの花を少しこちらに寄せて、この辺りに描こうと思います。そしてこの花をここへ持ってきます。で、これをここへ持ってきます。なので光は今日はねこちらからっていうことにしておきます。で、そうするとこういう感じになろうかと思いますね。で、こういうところにカサカサっとね、落ち葉が落ちていましたよとかね、石ころがコロコロ転がっていましたよとかいうことがこの辺にあれば、もうそれで十分かなと思います。例えばここの立ち木とか大きな石が後ろにあるんですけど、そこまで入れてしまうとちょっとうるさいので、ここが空きすぎなのはどうなのかなっていう時に、例えばこういうとこにねもうつぼみ開いてしまってるんですけど、ちょっとつぼみを入れてもいいですよね。そうすると大体こういう構図が出来上がるっていうことになります。綺麗にね下絵を清書してみたいと思います。はい、下絵がね描けました。ここにねちょっとはみ出すように後ろに一つ足しています。それからここにつぼみを足しています。葉っぱはねもう錯綜しちゃってるので、描ける範囲で描いてみました。から落ち葉をこの辺りにということで描いています。
サインがここに入ってきますのでね、あんまり下まで落ち葉を描いてしまうとちょっと邪魔になるかなっていう感じですね。それで、こういうふうにねおしべめしべがちらっと見えているので、マスキング液でねカバーしておこうと思います。わずかなことですのでね、手で抜くよりもさっさとこうやっておいた方が早いかなっていう気がします。じゃあ早速ね下塗りに入っていこうと思います。最初のこの感じですよね。ここの綺麗な色合いをまず作らないといけないので、レモンイエローですね。薄く溶いて、この辺りね。からこういうところはねちょっと光らせたいので一部避けます。白くね残しておきますね。からここなんかもちょっと避けたいかなっていう感じがしますので、そこは避けといてっていうことですね。はい、しっかりぼかします。固有色をつける時のようなつけ方じゃないですね、これね。横断的に塗っていくっていうことです。はい。で今度はねセルリアンブルーとオペラで綺麗なね赤紫を作ります。どこに置いたら綺麗に見えるのかなっていう判断で置いていきます。固有色の中にこういう色はないわけですから、どこに置くっていうのはもうご自分で判断していただくっていうことになろうかと思います。はい、これもねちょっとぼかしておきます。でね、ここの落ち葉の中にもこの色をちょっとね垂らし込んでおきますよ。はい、そして今度は、緑ですね。サップグリーンとセルリアンブルーとバーントアンバー、比較的あっさりしたちょっと灰色がかったね緑です。でその次にもうちょっと暗い緑、ウルトラマリンディープとバンタアンバーを足して、ちょっと青みを帯びたねこういう、ちょっと暗い色になりますけど、こういう色を入れていきます。はい、これもぼかします。ちょっと春らしい緑も欲しいので、サップグリーンとレモンイエローをこう混ぜた明るい緑ですよね。これをこの辺りにねちょっと入れておきますね。はい、春らしくなるかなと思います。いらない線が残らないようにっていうことですね。はい、じゃあこれで一旦乾かします。はい、下塗りがねだいたい乾きました。じゃあちょっと細かい作業に入っていきますね。まずここのラッパの部分ですね、ここに願望字を塗っていきます。まずこの中ですよね。それからこの筒状のものの光と反対の部分、こっちもちょっとつけときますね。これだとここっていうことになります。からこっちだとここの部分ですね。それから、ここの部分からちょっとここですね。からここの部分とここの部分っていうことになります。でこれをそれぞれ水筆でちょっとぼかしておきますね。自然な感じにします。潰れたらいけないのでねちょっとここを少し取っておきますよ。それから
花びらに行く前にある程度葉っぱを塗っておきますね。後ろになった葉っぱを塗っていきます。後ろのが見える面積が少ないわけです。でそこを徹底的に暗くしていきますね。ウルトラマリンディープ、バンタンバ、サップグリーン、かなり暗いです。でまずここですね、見えてる範囲での話にはなってきますが、ここですね、ここに出てここに出てますっていうことです。こんな感じですね。ここですよね、これです。ここに出てここに出てここに出ています。それから、これですね。これも奥の方にあります。はい、こんな風にね、一番後ろの葉っぱをまず塗っていくっていうことをしながら、だんだん手前の葉っぱに移っていくわけですね。でちょっと足りないよねっていうところを鉛筆で描いていない部分にも、足しといてください。例えばまだこの塊のまだ向こうに実はありましたよっていうことで、こんな風にね足すことはいくらでも足せますので足していただいたらいいかなと思いますね。これで奥行きができるわけですね。非常に複雑に書いてるようですけど、そうでもないっていうことなんです。こういうところに一本ねつけたいですよね。ここを例えばこういうところに出してもいいかなって思いますね。はい、こんな感じでね。はい。でその次に暗い葉っぱっていうと少しねセルリアンブルーを入れてちょっと明るめにしてあげますね。で密着している分だとちょっとね隙間開けないとにじんでしまいますので、気をつけないといけないんですが、例えばここですね。この隙間は後でね乾いてからちょっとこう水筆でチュッチュッとこすればこのくらいの隙間はすぐ埋まりますのでね。であまりにも暗さが変わらないよねっていう場合はちょっとこうやって取っていかれるといいですよね。はい、こんな感じで葉っぱをちょっとやってみますね。花がついている軸に関してはちょっと後回しにしとこうと思います。はい、葉っぱがねだいたい終わりました。軸っていうか茎に行こうとは思うんですけど、ちょっともうちょっと葉っぱが乾いてからの方がいいかなと思いますので、その間にここの落ち葉をねちょっと描いておこうと思います。で落ち葉自体はそんなに色をつけない方がいいわけなんですけど、うっすらとねバンタンバーをちょっと軽くちょっとつけてみますよ。こんな感じ、あるいはこんな感じなんですけど、あんまりつけきらないで水筆で伸ばしておきます。こんな風にね。落ち葉の色があんまり強く出てしまうと、非常に足元が重苦しくなりますので、なるべくうっすらですね。で茶色だけだとちょっと単調よねと思われたらところどころに、少しね青っぽい灰色をちょっと足してみるとかねされるといいんじゃないかなと思います。である程度少し色がついたなと思った後で線描でカサカサ感を出していきます。ちょっと乾かないとダメなので、ちょっと置いときますね。で続いて肝心な花びらの方に行きますね。例えばこんな花びらです。綺麗なレモンイエローをちょっと濃いめにね、で根元に置いて先端に向かってぼかしていくっていう作業になります。
なので最後まで詰めずにちょっとね白っぽく残したいわと思われる場合はこうやって途中でやめるわけですね。一つだけでここに行きますよ。ここが根元です。根元に置いたらここから先端に向かって伸ばすっていう作業で、先端まではいかないでやめておくっていうことになりますね。こういう作業をちょっとやってみますね。はい、花びらがだいたい濡れましたので、ちょっとこちらへ移りますね。葉っぱの線描をしていきます。あんまりね特別な色っていうんじゃなくって灰色っぽい茶色ですね。あまり濃くなくってもいいですよ。主に葉脈ですね。カサカサの葉っぱですので、線を柔らかく引いてしまうとカサカサ感が出ないので、少しねこうガタガタ引いた方がそれらしい感じに見えるかなと思います。直線をずっとつなげていくっていう感覚ですよね。周りのこの輪郭もねちょっと描いとかれないと薄くって見えないかなっていう気がしますね。それと同じ色でこういうふうに包んでいたカサカサの残りがついているわけですね。これもちょっと色をつけておきます。全くこれと同じ色でいいかなと思います。じゃあここの線もうちょっと入れてみますね。足元ねここに点々と散っているのはスパッタリングで同じ色を落としたものです。はっきり見えない方がいいわけですね。からここの方にちょっとだけね筋目を立てました。シワがいってるよっていうことですね。でだいたい葉っぱも乾きましたので、今度は軸をねちょっとだけ塗っていこうと思います。で葉っぱほどね暗くしない方がいいかなと思いますので、ほぼほぼサップグリーンの色っていうことでね描いていこうと思います。例えばこの花のこれですね。ここから緑になってここへ来てここへ来ましたっていうことですね。だからこれに関してはここが見えなくっていきなりここに見えてますよっていうことです。だからこのつぼみに関してはここから出てここの後ろを通ってここに来ていますっていうことですね。あと残りもねちょっと変えてみますね。でそれと同時にもうねそろそろここ乾いてきましたので、マスキングをね外してみますね。じゃあちょっとやってみます。それぞれ水線がね一株ずつこう出てて固まっているようにこう描いてるんですけど、足元をねしっかり暗くしました。それからここの隙間に、赤紫をちょっと差し込んでいます。こういうとこですね。ポロポロねまだ隙間が残っているので、そういうところは、近回りの色でね埋めとくべきかなと思いますね。全部黄色でいっちゃうとちょっと分かりにくいので、赤紫をちょっと入れることによって境目がねかなりはっきり見えてきますので、マスキング液を取りました。その後ですよね、中へぐっと沈み込んでいるので、暗いわけです。シワとかダーツですね、それを描いていきます。願望寺にバンタンバをちょっと入れて少し暗いね黄色にします。例えばここですね、ここが一番引っ込んだところですので、ここへ置いて、でこう筋目を立てるわけですね。こういうふうに放射状に。これがシワとかダーツに当たるっていうことなので、あんまり規則的にしない方がいいですよね。ぼかして規則性をなくするわけです。
奥へ奥へ引っ込んだ感じがしますのでね、ちょっとこの辺バータンバーを入れてしっかり沈めておきますね。はい、それぞれねちょっとやってみます。それとこの外の筒状の部分にもいくらかねこう筋目を立てておこうと思います。からこちらの外の花びらの部分なんですが、暗い部分を緑色をちょっと足して暗くしてみますね。真ん中がペコンとこう膨らんでいますので、その周りですよね。こうすることによってちょっと引っ込んでるよっていう感じが出ると思います。こういう作業もしていきますね。両方やってみます。はい、完成に近いわけですが、花がもうちょっと出てきていないんですね。花の周りをちょっと沈めようと思います。例えばこの辺だったら少し暗めの緑を縁ににじませるっていうことで花びらがもうちょっと出てくると思いますのでね、バンタンバー、ウルトラマリンディープ、サップグリーンですね。であまり伸ばさないでさっさと水でぼかします。でさっさと取ります。だからあまり大きく影響はしないんだけど、花びらの縁のラインがだいぶ出てくるよねっていうぐらいのことなんですね。で場所によっては赤紫色ですね。オペラとセルリアンで作った赤紫色を横断的に上にかけて縁に置いていきます。どこまでも引きずらないでさっさと伸ばしてでさっさと取ります。縁だけが出てくるっていうことでやっていますのでね、あんまりどんどん伸ばしてしまうと全体が暗くなってしまうと非常にまずいっていうことです。ちょっとね濁った感じの色もいいんじゃないかなと思いますね。あまりにも綺麗な色ばっかりだと軽い感じがしてしまうので、ある程度濁った色を置かれてもいいんじゃないかなと思いますね。この辺は少しね緑の暗い色でもいいかなと思います。セルリアン多めでね暗いとは言いながらもあまり沈ませないっていうことですよね。はい、じゃあねこのくらいにしときます。またちょっと時間が経ってちょっと物足りなくなってくると思うので、その時点で少し加筆をしていこうと思います。じゃあサインを入れておきますね。はい、ここちょっとレモンイエローを塗りました。それから鉛筆の線だけでしか書いてないところに線描をしています。これで一応完成にしようと思います。